皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はウクライナ情勢関連のニュースと、最後の方でちょこっとだけアメリカ軍の動きについて取り上げていこうと思います。まず最初に取り上げる話題はウクライナ軍による遠距離攻撃。このチャンネルのウクライナ関連情勢の動画では、まず最初にこの話題を取り上げることが多いです。ただ、今回ちょっと違うのは、どのような兵器を使ったか、その部分についてちょっと新しいニュースが入っています。今回の標的は、ロシア本国ノボロシスク、ここより少し南の港、ズラプセに対する攻撃を以前は取り上げたばかりです。今回、ノボロシスクに対する攻撃では、ウクライナ軍がドローンによる攻撃とともに、地対地ミサイル、ロングネプチューンを用いたとされています。ウクライナのゼレンスキー大統領によると、ロングネプチューンの攻撃成功率は徐々に高まっているとのことで、何らかの改良も進んでいるとみられます。こちらの映像がそのロングネプチューンの発射している映像。ちなみにロングネプチューンというからにはロングを除いたネプチューンも発射映像が資料として残っています。ネプチューンの場合だと射程距離は360キロ程度、ロングネプチューンは射程距離が 1000km 以上へと延長されています。新旧の比較がこちら。左側が地対艦ミサイルの時代、旧ネプチューンミサイル。そして右側が今回発表されたロングネプチューン。射程距離が延長されているといったこともあり、一発一発が大型化しているとみられ、発射トレーラーの容器が左だと4発、右だと2発へと数が減少しています。このことが示す通り、ロングネプチューンは大型のミサイルなのでしょう。そしてこちらがノボロシスクの着弾している様子とされる映像。画面の左側で大きな爆発が発生します。今回の攻撃の標的は様々な場所に行われているわけですが、この爆発の映像が最もその中でも見た目にド派手なものとなっています。爆発の衝撃が凄まじかったのか、地元住民の撮影している映像もかなり豊富な状態となっています。ちなみに、これだけの爆発が発生した理由というのが、ロシア軍の防空ミサイル陣地に対する攻撃が行われたのではないかと言われています。つまり、地上にも大型の対空ミサイルが配置されていれば、それらが誘爆することによって爆発の規模が最大化されたと見られています。その他、石油ターミナルも大火災が発生しているとのことで、今回の攻撃は最低でも3カ所で大きな火災が発生しているとのことです。街を守る防空ミサイル陣地と、そして標的となっている石油ターミナル、この2つについてはかなりのダメージになったと見られています。ちなみにロングネプチューンと同じく巡航ミサイルのフラミンゴと比較した場合においては、目標地点に対する到達精度といったものは現在のところロングネプチューンの方が高いのではないかと言われています。これは地対艦ミサイルとしてまずネプチューンがすでに原型として存在したものがあり、これを射程距離を延長することに力を入れたものであり、命中精度そのものはかなりの高いものを維持していると見られているからです。一方、巡航ミサイルフラミンゴの場合だと新型のミサイルですから、まだまだ技術的な成熟が進んでいるわけではありません。ですから、どの目標に使うかによってこれらミサイルを組み合わせて使うといったことが大事でしょう。何にしても遠距離攻撃の手段としては徐々にウクライナの方でもようやく兵器が揃いつつあるわけですから、ロシア側から一方的に攻撃されていた2022年や2023年とはこれからは必ず展開は異なってくることでしょう。反撃されることがないんだから一方的に殴っても大丈夫だみたいな考え方をロシア側がしていたとすれば、ウクライナの国産兵器の開発スケジュールといったものは、少なくともプーチン大統領の予想を上回っていることは間違いありません。続いて、ロシアに対する制裁、トランプ大統領が気まぐれのように行ったものが現在でも影響を拡大しています。ロシアの海上石油輸出のほぼ3分の1が制裁のためタンカーで滞留している。アメリカの AP モルガンによると、ロフネッチとルクオイルに対するアメリカの制裁により荷下ろしが遅れ、ロシアの海上輸出船材料のほぼ3分の1にあたる1日あたり約140万バレルの原油がタンカーに滞留したままとなっている。アメリカはこれらの企業の取引を完了する期限を11月21日に設定した。この制限はルクオイルの事業に大きな打撃を与え、同社は海外資産の売却を発表せざるを得なくなり、イラクのルクオイル子会社、フィンランドのガソリンスタンド、ブルガリアの石油精製所の操業に支障をきたしている。JP モルガンは、ロシアの原油輸出はロフネッチとルクオイルに対する制裁が発効し、最大の購入国であるインドと中国が12月の購入を大幅に削減したことで、
新たな混乱の段階に入っていると述べた。貿易業者らは今週初め、売れ残った原油が最終的に中国に流れ込む可能性があると予想している。中国では現在、ロシア産原油が今年1年で最大の値引きで取引されている。現在、インドはロシア産原油の購入量を大幅に減らし、その分を中東からの調達に切り替えようとしています。ただし、こうしたインドの動きは別に不思議な話ではありません。なぜならば、もともと2022年のロシアによるウクライナ侵略が行われるその前であれば、インドは距離も近い中東産原油を輸入していたからです。そのインドがわざわざロシア産原油を購入した理由というのが値引き販売です。インドにしてみれば安く買いただけるならば、近い中東産原油よりも遠くても安くつくロシア産原油を選ぶといったことが行われていたわけです。しかしそれがアメリカの制裁発動により、単純に役に立たないものを捨てるといった形でロシアから中東産原油へと戻ろうとしているわけです。ロイター通信はロシアの石油輸出収入が10月も減少していると伝えています。国際エネルギー機関 IEA はロシアの原油石油製品の輸出収入が10月に減少したと指摘した。輸出量の減少と価格の低下が影響している。IEA は最近のウクライナによる生成石油生産インフラへの攻撃は原油輸出を日量11万バレル減らし日量500万バレル強に落ち込ませる要因となったと述べた。石油製品の輸出も2ヶ月連続で減少し日量4万バレル減の230万バレルとなった。これは2017年以来の低水準。ただし総量として見た場合において減少幅はまだまだ抑えられているといったこともあり、ウクライナ軍による攻撃がさらなる破壊力と頻度を向上させる必要があります。そんなロシアからちょっと笑えるニュースが入っています。ロシア製人型ロボット、華々しいデビューであえなく転倒。ロシアが首都モスクワで開かれたテクノロジーイベントで人工知能 AI を搭載した人型ロボットアイドルを発表した。しかしお披露目は計画通りにいかなかった。映画ロッキーのサウンドトラックと共に登場したロボットアイドルだったが足元はおぼつかなかった。スタッフがステージに駆けつけ支えようとするもアイドルはあえなく前のめりに転倒。1ラウンドすら持たなかった。これはロッキーのサウンドトラックで登場したにもかかわらず別に誰に殴られたわけでもないのにダウンするといった様子からこのようなニュース記事となっています。ちなみにこうしたヒューマノイド型ロボットの開発といったものは現在米中が最先端で激突している状態です。20年ぐらい前であれば日本もホンダのアシモをはじめとして人型ロボットの開発も行われていました。しかしその後ホンダやソニーといったエンターテインメント産業向けのロボット製作といったものが行われることもなくなってしまい、それ以後ぱったりとこの業界から姿を消してしまいました。産業用のロボットではそもそも日本はかなり強いのですが、そこからさらに一歩前進してロボットの製作へ進んでいないのは非常に残念なことです。そして現在アメリカと中国がこの分野において躍り出た理由というのは機械工学的な発達ではなくソフトウェア産業の発達が大きく貢献しています。例えば生成 AI といえば画像や映像、文章や様々な調査を行ったりなど用途がだんだんと広がってきています。以前であれば膨大なプログラムコードを必要としたロボットの動きに関して AI による学習をどんどんと進めることによってより人間の関与を少なく実際にロボットが働き始めるといったことが将来的な絵として見え始めています。今回のロシア型のロボットは、そうした生成 AI 的なものを積んでいたかどうかはわかりませんが、この映像を見る限りではおそらくはロボットの機械としての部分も未熟だし搭載しているソフトウェアも未熟というどちらについてもかなりレベルが低かったものとみられます。しかし今回の発表の様子を見るともともと性能はかなり低かったと見られますから、この状態で発表しようと思ったその度胸はすごいものです。日本の企業ももっと失敗を恐れずロボット産業で投資をしてほしいものです。少なくとも機械的な部分については十分に基礎工業力は日本はあるのですから、いかにしてソフトウェアの部分について力をつけて機械とソフトウェアの融合を図って最先端の分野に躍り出るといったことを目指してほしいものです。
続いて、前回アメリカ軍の動きを少しお伝えしました。ベネズエラ沖にアメリカ軍の空母艦隊が展開しているなど、軍事力の集積といったものが進められています。現在のところ今すぐ何か軍事作戦が行われるといったわけではありませんが、そうなってもおかしくないなといった雰囲気は漂っています。AP 通信より、アメリカ空母がベネズエラ沖に到着、サザンスピア作戦、南米で何世代にもわたって見られなかった米国の軍事力の誇示である最新鋭の航空母艦が数日中にベネズエラ沖に到着する見込みだ。ラテンアメリカ専門家の間では、アメリカの軍事圧力がマドロ政権に退陣を迫る可能性について意見が分かれている。とはいえ、その目的を果たすにせよ、カリブ海をパトロールするだけにせよ、アメリカが麻薬密輸と指摘する船舶を爆発する中、10万トン級の空母の存在自体がメッセージを発している。トランプ政権が麻薬対策作戦と称する南米での活動における重要な局面になっている。ベネズエラ沿岸での爆撃機による訓練飛行、同国内で公に認可された CIA の作戦、これまでに75人以上が死亡したカリブ海及び東太平洋でのボート攻撃など、さらなる圧力となる。ヘグセス国防長官はこの作戦をサザンスピア作戦と正式に命名。この地域における米軍の存在の重要性と応急性を強調した。繰り返しますが、今すぐ何か軍事行動が行われるといったわけではありません。しかし、行わないんだったらなんで空母艦隊やその他軍艦を集め、この地域で随分10年とか20年とかほったらかしにされていたような基地の整備を進めて空爆の準備ができるようにしているのかといったような指摘もなされています。ですから、地上作戦で何かベネズエラに侵攻しようといったわけではなく、空爆であるとかミサイル攻撃の可能性といったものは十分ある状態です。特に空母艦隊がいることを考えると、空爆を行う可能性といったものはどうしてもちらちらと頭をよぎるものです。現在アメリカにおいては、ベネズエラの政権転覆を狙って、その後親米政権が打ち立てられることを狙っているのではないかといった話などもあります。これが果たして陰謀論の話で終わるのか、それとも実際にそのような作戦計画があるのかどうかはわかりません。一部報道では、地上作戦行動についてもある程度話し合いが行われたといった報道などもありました。あくまでも選択肢の一部であるといったわけで、それが有力視というわけではないでしょう。ただし、トランプ大統領がやれと言えば、アメリカ軍は行動する可能性は十分あります。少なくともロシアによるウクライナ侵略でも見られるように、軍事力を使うことに対するハードルはものすごく低い状態に今はなっています。アメリカがベネズエラにミサイルや空爆を行ったところで、世界的なニュースになったとしても、アメリカに対して何か制裁をするなんていう国はきっと現れないでしょう。そのぐらい今の情勢は戦争に対してやたらと寛容な状態になっているのです。だからこそ東アジア情勢として台湾有事が発生したとしても、もはや驚けないような状態に陥っているわけです。ちなみにこれ関連の話題として以前取り上げたのが、もしも中国が台湾に対して軍艦を用いて攻撃を行うような事態が発生した場合、つまり台湾有事が中国軍攻撃によって大規模に始まった場合において日本にとっても存立危機事態に当たるであろうといった話を高市総理が行いました。これに対して中国の駐大阪総領事が高市総理大臣に対して殺害予告的な話もするなど、中国の反応はかなり激しいものです。ただしこの話題について高市総理を非難する日本人といったものがいるわけですが、これは論点としておかしいと指摘しておきます。なぜならば、まず最初の前提条件として中国が台湾に対して大規模な軍事行動を行って攻撃を実際に行い始めた場合において、どちらの方が悪いかといえば、それは当然のように中国による攻撃の方が悪いわけです。そしてそのような事態になった場合においては、必ずアメリカが何らか助けに入るわけですから、その活動拠点として日本に駐留しているといったことから発信基地に日本はなるわけです。その場合において別に日本が直接的に台湾に対して軍事的な支援を行わなかったとしても、中国側が日本が補給拠点や支援拠点になっているといったことを理由として攻撃するといった可能性も十分あるわけです。ですから台湾有事が発生するということイコール、もはや日本は他人事ではないといった最初の前提が存在することを忘れてはなりません。また、この件に関して中国軍の規模や質が拡大しており、日本が何かしても意味がないといったような話をする人たちがいます。しかし、
中国のそうした軍事力を理由として日本に抵抗するなみたいなことを言う人たちというのは、まさにそうした軍事力による威圧が日本を抑止しているという意味において、軍事力が有効であるといったことを自ら証明しているわけです。だからこそそのような抑止力の考え方をもとにしても、日本はしっかりと自国の防衛体制を整えて、中国に対して何らか軍事力を日本に向けて使おうとする、そうした意図を持っているならば、決して侮ってはいけないぞといったメッセージを発しておく必要があるわけです。それこそロシアのプーチン大統領はウクライナに攻めれば3日でこの国はぶっ潰せるぐらいのことを考えたからこそ開戦したと言われています。つまり軍事力の差というのはそのようにして弱いやつだったら殴って大丈夫だみたいな考え方を生み出しやすい素地になるわけです。こうした現実に戦争が起こっていることを考えた上で抑止力というものが決して無意味なものではないといったことを理解しておく必要があるのです。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。ちなみに今日私は冬の外出着を部屋の中で着ています。寒くなったら私の場合だとこういう風に部屋の中にいるんだけれども冬の上着をどんどんと着込んでいくといった形で寒くないようにします。ですのでよくわからん姿で撮影しているなと思われる方もおられるでしょうが、そんなことも気にせず動画を見ていってください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。